いつもの峠道を走り始めました。高速道路ではちょっと触れられなかったんですが、このエンジンに関してはエピソードがあって、実はこの後方車を借り受けて夜の試乗をしたんですが、その時に初代モデルと比べてこんなにトルクが強かったっけなと私自身不思議に思って、ヤマハの担当者の方にインタビューしてみたんですが、エンジンに関して言うと給排気系、そしてエンジンをコントロールするコンピューター ECU、その他フューエルインジェクションのセッティング、トランスミッションのドッグの角度などさまざまな改良変更が加えられているということで、それだけ変わればトルクの感じ方も変わるよなと私自身納得したところではあるわけなんですが、私も初代モデル乗ったのずいぶん前なんで正確な比較はできませんが、初代と比較すると特にトルクの太さがかなり変わったんではないかと感じています。で、今そのエンジンを味わいながら峠道をゆったりと流しているんですが、トランスミッションは3速ですね。こういった峠道だと3速で流すのが本当に気持ちいいといった感じがします。せっかくトルクの太いエンジンですし、今エンジンの回転数は4000回転から5000回転の間といったあたりなんですが、ちょっとギアを落として2速に入れたいと思います。結構ズンというのぶといバックトルクがかかるその排気音の音の変化があったわけですが、シフトチェンジもかなりスムーズだなと思います。バックトルクのかかり方もそんなにゴーンとかかるわけではなくて、とてもスムーズなかかり方で、トランスミッションだけの話ではないと思いますが、この辺りのシフトフィーリングも先ほど言った通りドッグの角度まで変更されているということですから、かなりいいなと感じます。そして今ちょっとスロットル開けたんで音が聞こえたんじゃないかと思いますが、よく消音されてはいるんですが、結構ライダーの耳にも、今トンネルなんでまた他の交通がないんでよく聞こえると思いますが、いい音なんですよね。で、2気筒エンジンが嫌いだという方も多いということは私も知っていますが、おそらくその一つの要因としては2気筒エンジンのその排気音、エキゾストの音が嫌いだという方も結構いるんじゃないかと思います。で、この MT-07 のエンジンに関しては排気音はこんな感じで、2気筒らしくはあるんですけれども、なんていうかスカッと抜けたような、なんていうかズババババっていうような、そういった感じの排気音ではなくて、比較的このモデルの排気音というのは締まった感じで、また音質としてもちょっと連続的なところがあって、2気筒モデルはあんまり特に音が好みじゃないという方もこのエンジンは一度味わってみてもいいのではないかと思います。そして、先ほどエンジンが特にトルクが太くなったように感じているとコメントしましたが、こういった峠道だとこの太いトルクを生かして本当に峠道楽しく走れるなという感じです。今エンジンの回転数はだいたい6000回転ぐらいですから、もうちょっと上ですけれども、ほぼほぼ最大トルクを発生する回転域ではないかと思います。当然のことながらこれぐらいの峠道であればパワー、トルクに関しては何ら不足を感じないと言ってよいと思います。またこれぐらいの回転域になってくると、その太いトルクだけではなく高速道路でもちょっとコメントしましたが、その回転馬力の発生も感じつつという感じなので、乗り味としては相当スポーティーであるなと思います。ここまで2速できたんで、ちょっと高めのギアにシフトアップしてみたいと思います。今4速ですね。4速だとエンジンのフィーリングとしては2気筒らしくなってくるんですが、トルク、パワーともに4速でも、ここちょっと上ってるんですけど全く不足は感じない。で、5速、6速、今6速ですね。
6速は6速で結構このような状態でスロットル開けていくと、音からも分かる通りドドドドドっていう感じで、本当にこれで 700cc に満たないミドルクラスなのかと思ってしまいます。ただちょっと6速だと峠道走ってると、このモデルのね走り方としては少し抜けた感じになるんで、やっぱり5速、4速、3速あたりですかね、そのあたりが走りやすいかなとは思います。ただスポーティーに走るんであれば、この2速いいですね。ここもかなり回り込んだコーナーなんですけれども、やはりエンジンのトラクションの感覚というか、それプラス前後タイヤの接地感が本当に強いんで、全く不安感がないです。隣のうちにこう開けていってもロスが感じられないというか、本当にこう直接クランクが路面をかきむしって前に進んでいるような、そんなフィーリングで本当に楽しいな、楽しいのと同時にとてもスポーティーであるとも思います。ここから路面が荒れているんですけれども、タイヤのグリップ感、そして接地感が強いので全然不安がない。ギャップを拾ったところですらタイヤがグリップしている感触があります。前後足回りに関してはもう高速道路でコメントした通り、なんというかそのフレームも前後タイヤというか前後足回りのしなやかさを演出するのに一役買っているといった感じですね。こういった一般公道ではそういったフレームのキャラクターなかなか感じづらい部分はあるんですけれども、こうして乗っている限り少なくともガチガチに硬いフレームでないことは確かだと思います。また先ほどからこの峠道を2速で走るフィーリングが気に入っているので、ずっと2速入れっぱなしで走っているんですが、スロットルを開けつつも曲がっていくというようなフィーリングが存分に味わえるので、どれがどれという感じではないんですけれども、いずれにしても前後足回り車体は相当曲がりやすい設定になっているのではないかと感じます。ここもこの縦溝が切っている上に、ここは結構ね砂利が散らばっていることが多いんですが、そういったところでもとにかくタイヤのグリップ感、そして前後タイヤの接地感に関しては不安はみじんもないといった感じです。またこの2速でそこそこスポーティーに走っている時も、このエンジンの270度クランクらしい、その振動というかトルク変動がライダーに常に伝わってくるんで、エンジンの味わいとしても高速道路でコメントした通り飽きが来ない。それでいて邪魔になるような振動じゃないんで、ライディングに没頭できる、集中できる、そんな味わいのエンジンでもあると思います。で2速に入れていると、4000回転から上は結構エンジンのキャラクターが変わってくるよとコメントしましたが、その元気がいいというか、特にトルクが太く感じられる回転数で常に走ることになるので、なんというか本当にスポーティーですね。で先ほどのコーナーとこのコーナーすごい曲がり込んでいるんですけれども、車体が曲げやすい、そして前後のタイヤのグリップ感が非常に強いので、ああいったところも、コーナーに合わせてライダーは車体を倒していけばよい、そんな感じになっていて、本当に峠道走りやすいです。こういったところもひらひら走れます。はい、それではここでちょっと U ターンしてみたいと思います。エンジンの低回転域からのトルクもありますし、クラッチレバーがそんなに硬くないというか重くないので、ちょっと路肩のラインは割り込みましたけど、ああいったところでもスムーズに
U ターンを決められる、小技は比較的得意なモデルではないかと思います。このモデルはどうやらトラクションコントロールなどは搭載されていないようですが、こうした走っている限りトラクションコントロールも不要といった感じがします。もちろんね、公道でトラクションコントロールのお世話になるような走りはすべきではないとは思いますけれども、いずれにしても本当に自由自在に峠道を走れる割には安心感も高くて、それがね、スポーツ性を担保しているというか、演出しているというか、エンジン、車体、足回り、タイヤ、その全てがいい方に恒常的に作用しているような、そんな乗り味でもあるように感じます。やっぱりこうやって峠道を走っていると、タイヤの仕事も本当に大きいなと思います。もともと私はミシュランタイヤが好きなので、このミシュランタイヤがね、装着されているというだけでもちょっとお得感があるんですけども、昨今ではさまざまな電子デバイスを搭載してその安全性を高めるという考え方もありますが、このモデルは本当にシンプルで、そういったデバイスというと前後の ABS ぐらいなもので、ただそれで不足を感じるかというと全くそんなことはないといった感じで、もしかしたら ABS が搭載されているのでトラクションコントロールを搭載することはそれほど難しくないというか、たやすいことだったのではないかと思いますが、あえてトラクションコントロールも採用していないというのは、これはちょっとヤマハさんは革新的にそのようにしているような気もします。この峠道荒れているんですが、乗り心地もやはり悪くないですね。先ほどもこの峠道に至るまでに高速道路それなりの距離を走ってきましたが、それほど極端にね、安楽なシートというわけではありませんが、お尻が痛くなるようなこともなく、やはりね、十分ツーリングにも適合するモデルであると感じます。先ほどからフロントブレーキを試しているのですが、フロントフォークがしなやかに動くと言いましたが、ブレーキをかけてフォークが奥まで入った時には踏ん張り感が出てきて、なんというかこのブレーキ、フロントブレーキの効き方とそのフロントフォーク、フロントサスペンションのセッティングがもうぴったり合っているような気がします。そんなに硬いフロントフォークではないんですが、その分路面をしっかりと捉えてくれていて、しかも結構ハードにブレーキングしてもフロントフォークの奥の方ではそんなにストロークを浪費しないというか、結構フロントフォークに全荷重が乗っかったような状態でも十分にフロントフォークの作動域が残されている、そんな感じで、フロントブレーキとフロントフォークの合わせ技だと思いますが、とてもフィーリングはいいです。レバーのタッチは硬くもなく柔らかくもなく、でもちょっとスーパースポーツ的な柔らかさというか、軽くレバーが入っていくような、そんな感触もありますが、いずれにしてもロードスポーツとして非常に好ましいブレーキのタッチ、効き加減だと思います。今度ギアブレーキを試しているんですが、ギアブレーキは結構弱めというか、制動力よりも車体の安定性、エンジンの駆動力の調整に向いているような、言ってみればちょっとスーパースポーツ的なリアブレーキのチューニングになっているような気がします。また先ほどフロントブレーキはとてもいいと言いましたが、このモデルラジアルマウントではありませんけれども、フロントブレーキ、ダブルディスクになっているんですが、キャリパーは4ポットが左右に1つずつということで、そのあたりも抜かりなしといった感じでしょうか。ギャップを乗り越えてもそう簡単には進路を乱さないような安定性もありますし、これ乗ると賛同してくれる方も多いと思いますが、本当に車重、そしてライダーの体重、そしてスロットルの開け閉め、ブレーキング、そういった荷重や重さ全部トータルしたものよりも本当にぐっと強い力で
上から押さえつけられているような、そんな安心感があって本当に乗りやすい。最後にこのモデルのちょっと気になったところをコメントしておくと、そうですね、トータルとしては本当によくできたバイクで、もうないと言っても過言ではないんですが、さすがにこのクラスともなると、私はやはりこのクラッチレバーの角度を調節するダイヤルが欲しいかなと思います。なくてもね、クラッチレバーそんなに重たくないんで、不都合はないんですけれども、やはりね、女性ライダーも乗るとか、手が小さいライダーが乗ることを考えれば、ちょっと欲しいかなと思います。それと、これは細かい点なんですが、この鍵穴の位置ですね、キーシリンダーの位置が結構このメーターパネルよりもかなり低い位置、そしてなおかつメーターパネルというかメーターユニットに近い位置に鍵穴があるので、鍵をね、結構抜き差ししにくいなと思います。ただこれに関しては、ヤマハらしくですね、デザインを考えた上で苦心した末にここになっているんじゃないのかなという気もして、これはこれでね、鍵の抜き差しに苦労するというのも、ちょっと非日常を味わいに行くぜというような気分を盛り上げるようなところもあって、これはこれでね、私は欠点ではないのではないかと思います。結構コストパフォーマンスは高いモデルだと私は感じています。車体全体を見てもあからさまなコストダウンの跡というのもなかなか見つけることができませんし、このモデルは通常のスタンダードなロードスポーツとしても成立しているし、スポーティーなバイク、スポーツバイクとしても十分に成立しているというようなところがあって、そういう意味ではとてもマルチな性格、マルチな才能を持っているモデルだと思います。ヤマハさんとしてはこのモデルをビギナーも含めたさまざまなライダーに乗ってもらいたいと考えているようですが、それだけではなく十分にベテランライダーも満足させる、そんな乗り味であったと思います。またデザインに関しては好みの問題なのであれこれ言いませんが、明らかにこのモデルのデザイン、特にフロントマスクに関してはもう万人受けは狙っていないことは私は明らかじゃないかと思います。癖がすごいというか、悪が強いというか、そういったデザインのフロントマスクになっていて、単純に多くのライダーから好まれるよりも、この MT シリーズを強烈に好きになってもらうライダーを増やしたい、そんな願いが込められているデザインになっているのではないかと思います。ということで今日は新型となったヤマハの MT-07 に試乗しました。それでは。